はい、皆様こんにちは。法華経の話第54回です。すごく寒くなってきました。方言寺の外気温も0度を切るようになりました。年の瀬が迫ってまいりましたが、皆様寒さには十分気をつけて、無理のない行動を心がけるようにしてください。さて、今回は儒記本第6についてお話をしていきます。儒記本第6ですね。前回薬草医本で釈尊は四大正門である摩訶迦葉、摩訶迦千年、異名種菩提、摩訶目犍連に三層二目の例えを説きました。そしてこの四大正門たちに未来において仏になることが約束されます。では早速本文を見ていきましょう。釈尊は儒記本の冒頭、摩訶迦葉に儒記をします。私の弟子である摩訶迦葉は未来世に必ず300万億という数えきれないほど多くの仏に愛申し上げて供養し、慎み敬い、尊重して褒めたたえ、広く多くの仏たちの計り知れない偉大な法を説くであろうと。こう釈尊は仰せになるんですね。そして摩訶迦葉は光明という名前の如来、仏様になると約束されます。そしてこの光明如来が現れる国の名前は光徳、そして時代、その時は大正言であると説かれます。で、この国、この時代はとても美しく穏やかで正常である。また、魔も現れず、皆仏の教えをよく守るであろうと、そう示されるわけですね。この部分は詳しくは紹介しませんが、とても美しい国の様子がわかるお経文が続きます。そして、この摩訶迦葉に対する儒記の部分を、またここで下として説くわけですね。もろもろのビッグに次ぐ、我は仏言をもってこの迦葉を見るに、未来世において無宗教を過ぎてまさに差別することをうべし。多くのビクたちに告げる。私が悟りを開いた目で見るに、迦葉は未来世において計り知れない年月を過ぎて必ず仏になることができるであろうと、こうあるわけです。先ほどの内容と同じ内容ですね。ここでもう一度下をもって詳しく説明したということになります。で、ここで仏言が出てきました。ですので、今回は仏教で説かれる語源について、5つの眼についてお話をしようと思います。語源とは、物事を認識する能力を眼になぞらえて、5種類に整理分類したものになります。目が5つあるということではなくて、物事を認識する、物に対する見方、それが5つあるんだということになるんですね。では一つずつ見ていきましょう。まずは肉言です。肉言っていうのは私たち人間に備わっている眼のことで、私たちの物の見方を示しています。これは詳しく別に説明する必要はないですね。自分の欲望とか、そういった自分の考え方にとらわれて物事を見るというのが、普通の人間のものの見方です。次に、天元です。天元は、色界の天人の未来を見通せるような眼のことを言うんですね。これは、つまりは、人知を人間のその能力を超えたものの見方、あらゆるものを見通せる力であろうというふうに言われています。大変遠くのものが見通せたり、また先ほどもあったように未来を見通せたり、そういった力があるということになります。で、まだ2つなんですけど、これ以上に物事を認識できる見方があるのかと、思ってしまうかなというふうに思いますが、仏教ではさらにあと3つの段階があるというふうに説かれるんですね。ですから、未来を見通せるとは言っても、そこにはこの天人の限界があるというようなところがあるわけです。3番目は、絵言ですね。絵言は、一切は空であると見抜く二乗のものの見方です。この法華経でやっと救われることになった二乗ですが、天人よりは上、空をもって物事を認識できる力があるわけですね。二乗ってこの法華経ではもうとにかくダメだと。
二条自身も自分たちはダメな者たちだっていう、こういうふうにおっしゃるわけでございますが、実際は大変に優秀な力を持った修行者たちなんですね。そして4番目、方言です。方言は衆生救済、衆生サイドのために一切法を正しく唱える菩薩の眼です。常に人々のために教えを捉えていく。一切法とありましたけども、それを自分のためではなく、人々、衆生救済のためにその教えを身に受けていく。そういった物事の見方であるというわけです。ちなみに方言寺の方言は、この方言からいただいたんですね。そして5番目が仏言です。仏言ですね。先ほどお経文にもありました。以上の4つの眼をすべて備え、これらをすべて備え、一切法を三世十法にわたって見通す仏の見方だというわけですね。この諸法の実相、仏の眼とは諸法の真理を深く認識しつつ、その空間すべてを見通す力があるというわけです。ですから、果聖が未来世において仏になることも約束できるんですね。すべての原因と結果がわかりますから、これから起こることも確かに把握できるということになります。この天人が未来を見通す力とはまた違ったその未来の見え方になるということだろうというふうに思うんですね。仏教の場合は、見ること、特に見ることが大事であると、この観という字が大事であるというふうにされます。これは私たちで言いますと、観察することであるとも言えます。で、この見るにあたっては、自分の我欲、自分の欲や自分の考えなどをなるべく除いて、対象をそのままに見ることが大事であるというふうに説かれるんですね。私たちは先入観であったり、こうあってほしいというような、そういった思いで物事を対象を見ていくわけですが、それでは本来の意味で見るということにはなりません。なるべくそういったその先入観などを外した状態でこの見ていくっていうことで一切法、本来のその真実の姿は見えてくるであろうということになるんですね。で、これが究極的にできるのがもちろん仏言ということになります。しかし、そんなことがじゃあ可能なのかと言われるとこれは大変難しいですね。なかなか私たちは先入観とかそういったものを取り除いて見ていくことはできない。まして自分の心に自分の在り方というものに深く入っていくときにはその先入観、自分に対しての思いというのはなかなか拭い去ることができない考え、自分に対しての考えなどを拭い去ることはできないんですね。ですからその対象を見るために鏡を見るということが大事であるということになるんですね。私たちは自分の顔というものをよく分かっているようで実際は分かっていないっていうようなことを聞いたことがございます。ですから鏡を見て初めて自分の顔というものがどういったものであるかということが分かるんですね。で、同じように自分の心というものも自分でまっすぐ見ることはとても難しいですね。そのために鏡を通して自分の心を見るということが大事であるということになります。で、その鏡となってくれるのが、いわゆる私たちが手を合わせるところのご本尊様になるわけですね。仏様になるということになります。ですから、仏様を通して私たちは自分の心を見ていくっていうことをして、そしてそこで初めて自分のその先入観とかそういったものにとらわれない心の見方っていうことができるようになってくるということになります。結局自分一人ではなかなかできないから仏様の力を借りて自分を見ていく。またその他者も見ていくっていうことになっていくというのがこの仏教の行のあり方の一つではないかなというふうに思っております。ちょっと話が脱線しましたが、この語源は割とよく出てくるそういったものになりますので、少し覚えておいていただけたらなというふうに思います。さて、箇所への受記が終わりました。続いてこうあるんですね。
その時、大目犍連と守護大とマカカ千年等は、皆ことごとく主立して一心に合唱し、世尊を迎合して、目しばらくも捨てず、すなわち共に声を同じゅうして下を説いて申さくと。その時大目犍連と守護大とマカカ千年は、同じように皆ことごとく身を震わせて、心を込めて合唱し、世尊をじっと仰ぎ見て、瞬きもせず、声を合わせて、次のように下を説いて申し上げました。こうあるんですね。この大目犍連と守護大とマカカ千年は、この歌唱に対する呪気を見て、となったと思います。なぜ歌唱だけ呪気をされるんだろうというふうに思ったと思うんですね。もちろん、釈尊はそのようなことは分かっていますから、これから3人に向けて呪気を与えていくわけです。ちなみになぜ歌唱だけが先になったかは、前回の動画を見ていただいたらわかると思うんですけども、三草二目の例えを申し上げたのは、四大正門を代表した歌唱だったからですね。ですから、その流れで歌唱に呪気をしていたということになります。ではまず、守護大ですね。守護大は、仏の名前を妙相如来、国の名前は法性、時代は右法であると、こう釈尊は示されるんですね。未来世において法性という国、時代は右法という、その時代に妙相如来という仏様になるであろうというわけです。次は化千年です。化千年は仏の名前を縁武名大金光如来という名前であると、こう釈尊は示されます。国と時代は省略されているんですね。続いて目犍連です。目犍連は私たちに割と身近な方ですね。目連さんですね。この目犍連は仏の名を玉良仙断光如来、玉良仙断光仏というわけですね。この名前なんか言いたくなりますね。玉良仙断光如来、とても響きがいいですね。そして国を開く、時代を欺瞞という、そういう時代になるということを言うわけ、仰せになられるわけですね。またここでこれらの説法の流れを聴聞していた500の弟子たちにも釈尊は合わせて呪気をしていくんだということを仰せになられるんですね。そして呪気本の最後は、我及び汝らの宿世の因縁を我今まさに説くべし、汝らよく聞け、とあります。私とそなたたちとの過去世からの由来について、宿世の因縁ですね。過去世からの由来について、今これから説こうと思う。そなたたちはよく聞くがよいと、こう締めくくられるわけです。ちょっと歌談を見ていただきますけども、この歌談で今回は呪気本第6をお話したんですね。ここに呪気とあります。後悔三権一に3つの説法の流れがあって、最初は法説集、そして非説集です。次を見てください。因縁集とありますね。この呪気本の最後で、宿世の因縁をもって、あなたたちとの関係性を解きましょうとこう示してくださったわけですね。ですから、因縁集、次は、化上湯本第7になっていくわけです。ここから釈尊は、因縁をもって法華経の教えを説いていくことになるんですね。気になるところですが、今回はここまでといたします。本年も1年間お付き合いいただき誠にありがとうございました。動画をアップできないかもしれないという時もありましたが、皆様の励ましをいただいて、なんとか続けることができています。本年は思いがけず直接励ましをいただいたこともあり、こうやって動画の更新を始めて本当に良かったというふうに思っています。皆様には本当にありがとうございました。もちろん厳しいご意見も頂戴しておりまして、ひとえに私の勉強不足でございますが、今後も精進をしてまいりたいというふうに思っております。今年は宗教界にとって辛い一年になったように思います。こういうことがありますと、信じるということがまるで良くないことのように扱われてしまうのはとても残念です。一方で、信じるということは一歩間違えればとても怖いことになるということも改めて思っています。間違えるというのは
自分の都合で信じる。自分の信じたいように信じる。こういったことではないかなと考えています。人間は得てしてそういうところがございますが、だからといってやっぱり自分の信じたいように信じるのは良くない。そうしないと間違った方向に進んでいってしまうということがあるというふうに思うんですね。法華経でも信ということがとても大切にされます。そしてその信をどう受け保つか、そういったことが詳しく説かれていくわけですね。そういった信をどう受け保つかということに素直に耳を傾けながら、人が生きる上で大切な信というものを皆様と一緒にこれからも学んでいけたらというふうに思っております。皆様には明年もどうぞよろしくお願い申し上げます。法華経の話は本年の更新はこれで最後になります。本年1年本当にありがとうございました。皆様どうぞ良いお年をお迎えください。それではまた。さようなら。未来世に必ず300万億という私が悟りを開いた目で見るに